聖少納言の最後。光る君へに学ぶ日本史。白昼に兄を殺され襲われた彼女。聖少納言といえば平安時代中期に枕草子を執筆して源氏物語を書いた紫式部とともに活躍した日本を代表する女流作家である。しかし彼女の生涯は紫式部と同じく謎に包まれた部分が多い。その謎の一つに、聖少納言の兄は平安京の白昼に自宅を襲撃され殺されるという残酷で奇妙な最後を遂げているのである。そしてその時に50歳前後の聖少納言も兄の家にいて同宿していたため危機一髪の目に遭っている。果たして聖少納言とその兄とは一体何者だったのだろうか。そして聖少納言はその後どうなったのだろうか。彼女の謎に満ちた晩年と最後を見てみよう。聖少納言は966年頃、頭領階級の中流貴族清原元助の娘として生まれている。父親の清原元助は官位は15位の女王肥後守だが、36河川にも選ばれた有名な歌人であった。聖少納言は若い頃から学識を身につけ、藤原道長の兄道隆の娘で一条天皇の中宮であった貞子の女房となっている。彼女は宮中で枕草子を執筆するなどして多くの優秀な女房の中でも才女として称えられている。しかし関白道隆に続いて1001年長保3年に中宮貞子も他界したことから、聖少納言は宮中には居づらくなる。彼女は晶子からの出資の誘いを断って親子ほど年が離れた藤原宗男と再婚して宮中を去る道を選んだ。その後の聖少納言の消息についてはほとんど記録に残っていない。ところがある事件に彼女が関わったことで十数年後に聖少納言という名が記録に突然に現れるのである。それは藤原道長の日記御堂関白記の1017年寛治元年3月8日付の事件記事である。この記事によれば事件は次のような経緯で起こっている。事件当日7、8機の騎馬武者が白昼の平安京を疾駆し、その後を数十人の家の兵士が六角工事と福工事の交わる一軒家を取り囲んだ。この家の住人こそ聖少納言の実刑で先の太宰の将軍清原宗信であった。襲撃した一団は清原宗信をその場で射殺して血祭りにあげると堂々と引き上げていったという。兄宗信の家に同宿していた聖少納言は女性のために見逃され、なんとか無事であったようである。しかし白昼に都の真ん中で、しかも衆人監視の下で人が殺されるとは一体どういうことだろうか。実は聖少納言の実刑清原宗信の殺害事件は次のような事情で行われた。1013年
昭和2年に大和守に任命された藤原康政は頭領国司として大和国に赴いた。康政は他の頭領がそうであるように大和の豪族たちから少しでも多くの財を巻き上げようと画策した。康政は頭領として大和国において不当に課税したり恐喝や詐欺などで巨万の富を築いた悪党である。しかしそんな康政に歯向かおうとしたのが大和国に住んでいた大麻の為頼という人物である。為頼は大和国の有力な正義感あふれる豪族の一人であり、頭領として悪辣な行為を繰り返す康政と対峙する。大和守康政との確執を深めた為頼はやがて康政の配下によって消されることになる。この時康政から為頼殺害という汚れ仕事を任されたのが先の太宰の将軍清原宗信、つまり清少納言の実兄であった。清少納言の兄宗信は康政が大和国において財を成すことを助けるため康政に命じられるままに為頼の殺害を実行した。そしてそれは宗信が大和守康政に老頭として仕える身であったからに他ならない。なお宗信が仕えた大和守藤原康政はかの有名な平安のプレイガール泉式部の夫である。泉式部は夫の橘道貞が泉守に任じられてから泉式部と呼ばれた。彼女は夫と別居後、冷泉天皇の親王など次々と親王から求愛され浮名を流した名うての女性である。そして泉式部が再婚した相手が大和守藤原康政であった。そのため当然のことながら宗信が康政から与えられた汚い仕事は為頼の抹殺だけではなかっただろう。康政が企画した法外な課税をはじめとして恐喝、詐欺や公費の横領などの実行に宗信は当たったはずである。どちらも有名な平安歌人清少納言と泉式部の兄と夫は共に悪党で、しかもグルだったのである。清少納言と泉式部が兄や夫が陰で殺人などに手を染めていることを知っていたかどうかはわからない。しかし長年の間同じ家で生活をすれば兄や夫がどのような仕事をしているのかは徐々に見えてくるはずである。彼女らは枕草子や泉式部日記に王朝貴族社会の豊かさを描き、その中で生活した。しかしその豊かさは実際は肉親たちが不正行為や場合によっては殺人まで行って築き上げた汚れた富によって支えられたものだったのである。大河ドラマでは紫式部の父藤原為時が頭領階級でありながら家庭は貧しく描かれている。頭領階級であっても悪辣非道なことを平気でできる人間しか財はなせなかったのである。紫式部の時代には彼女と同じ中級貴族の
頭領階級にもヤクザのような非道で残虐な人々が存在した。そしてやがて平氏と源氏が勃興して戦乱の時代へと推移していくのである。それはともかく学者肌の為時は悪辣な行為には手が出せず、そのために紫式部の家庭は長く貧しかったのかもしれない。宮中を去り再婚した清少納言は藤原宗男が摂津の神であったため、摂津に移り住んで優雅な暮らしをしたと思われる。この地で彼女は娘駒明部を設け、また数年間にわたり枕草子に手を加えていたようだ。しかし夫とは死別したと言われ、優雅な生活も終わり、清少納言は京都に戻った。そして出家して兄の宗信を頼り、同宿していた彼女は目の前で兄を殺されるのである。自らも命を狙われたという清少納言だが、なんとか危機を脱している。そしてその後の彼女の晩年や最後は逸話や各地での伝説でしか知ることができない。清少納言は若い頃には華やかな宮中での生活と、晩年には肉親を目の前で殺されるという経験をする。そのため清少納言の波乱万丈の生涯を思えば、彼女が人生に諸行無常を感じたのではと推察する。彼女には最初の夫橘の則光との間に長男宣長と、藤原宗男との間に長女駒明部の2人の子供がいた。そのため清少納言は晩年には子供たちの世話になりながらそれなりの生活をしていたと考えられる。彼女の晩年には人里離れたあばら屋に住み、顔は鬼のような形相であったなどの伝説が数多く残されている。これらは若き日の華やかな清少納言を知る者がやっかみもあって流した噂の類だと思われる。しかし年老いた清少納言自身が一番人生の栄枯盛衰を感じていたのではないだろうか。